はい、それでは劇チャンネルスタートいたします。今日はですね、タミヤのホームページで、ラジコンのね、バギーの件についてちょっとお話ししていこうかなと思います。なぜかと言いますと、最近ですね、ミニ四駆やってる方、それ以外の部分も、バギーのラジコンをやってみたいとかっていう方もかなり多いので、今ね、現存で、タミヤさんのラジコンで、どういうものが売っているとか、これは昔のやつだよとか、そういう形の部分がね、わかりやすく説明しているところもないのかなと思いまして、一応動画にしてみようと思いました。一応タミヤさんのこちらホームページ、こちらの RC モデル、こちらの方の、製品カタログ、こちらをクリックしてオフロード RC カー、こちらのバギー RC カーというところでほとんどが見れる形になっております。で、こちらの方では3ページありまして、1ページ目、2ページ目、3ページ目。で、3ページ目からね、古い形になるので、かいつまんで説明していきたいと思います。で、まだね、今の段階で、ちょっと手に入りづらいよというものはね、あえて、もうほとんど売ってないとかね、そういうものはあえて説明しないでやっていきたいと思います。それではまずは、超有名なホーネット。こちらはタミヤのラジコンで一番売れたと言われているホーネットでございます。グラスホッパーと共通シャーシになってまして、こちらは540モーターがついていて、後ろのね、リアのオイルダンパーがついていたり、タイヤがスパイクタイヤになっていたりとかします。あとグラスホッパーと大きな違いはポリカーボネートボディになっているということですね。で、続いて、こちらはちょっともう手に入んないですね。で、こちらグラスホッパー。先ほども言った通り、ホーネットとグラスホッパーは兄弟車になります。で、ホーネットの方が、380モーターになりますので、速度域はそんなに出ないおとなしい感じになっておりますね。で、こちらの方もね、デザートゲイザー DT02。こちらもちょっと今じゃ手に入りづらいかな。で、こちらマンタレー。これもね、最近ちょっとかなり品薄にはなってきておりますが、こちらも名車になっております。シャーシーはですね、TA01 シャーシーっていうやつで、もともとマンタレー専用でシャーシを作ってたんですけれども、サスアームを短くして R32 スカイラインを乗っけてツーリングを出しまして、それが10分の1ツーリングの走りになった根本となるシャーシーになってます。今ね、走らしても、私も持ってますけど、走らしてもしっかり走る、E4WD だと思います。で、こちらはちょっと手に入らないですね。サンダーショット。で、マイティフロックはこちらですね。こちらもちょっと品薄ではありますけども、お店によってはあるかなと思います。こちらも、特徴的なシャーシーを持っている 2WD のバギーになってます。こちらもグラスホッパーホーネットという形の時期的に出たので、1983年ぐらいですね。かなり昔になります。で、こちらはかなりね、モノコックフレームじゃないですけども、かなりフレームが特徴的な形で、ボディもね、この今バギーのマイティフロックの特徴のボディですけども、これが乗用車系のスバルブラッドだったり、いろいろ派生系が出ているシャーシーでございます。走行性能的にはグラスホッパーホーネットよりはいいかなという感じですけども、フロントのね、サスペンションの構造上、そんなにギャップに強いような感じにはなっておりません。で、こちらも今は手に入んないかな。これは DF03 シャーシーですね。で、こちらが DT02。こちら DT022WD ですね。こちらもちょっと今手に入らないので説明省きます。これもダークインパクトとキンホーク同じシャーシー。で、これ再販してくれましたね。DF03。このダークインパクト、キンホーク、アバンテマーク2。こちら全部同じシャーシーになっております。かなりね、出たのはね、昔になるんですけれども、シャーシーの、クラスというとミドルクラスシャーシーの、ものになりますね。かなり、シャフトドライブの初っ端からボールデフがついていたり、フルボールベアリングであったりとかするんで、あとサスストロークの都合上とかもかなり
走りは、今でも現役でバリバリ走るかなと思います。このねフロントのダンパーステーとかもかなり高めについてますので、このサスアームがかなり動くような感じになっております。バッテリーは縦置き型になってますね。これも今現存でもし見つけたらやってみたらいいかなと思いますよ。で、超有名なホットショット、こちらも皆さんご存知だと思います。ホットショット、これはね、そのグラスホッパー、ホーネット、マイティフロックの次に出た 4WD のバギーですね。ラジコンあんまり知らなくてもこのボディホットショットを知ってる人もいるかなと思います。名車ではあるんですが、どっちかというとね今、走らせると今のマシンの、サスストロークとかにはちょっと辛いかなと。あと一番辛いのがねフロントの、サスの都合上ですね、あんまり、切れ角が多く取れません。でバンプといって、このバンパーをね下に押してみると分かるんですけども、すごいトーアウトがついてしまうので、どうしても走ってる最中の切れ角的には足りないかなと。ただ大きいコースバーッと走らせる分には何も問題ないかなと思います。で1ページ目はそんな感じですね。で2ページ目で、これは DT02 の前積スペシャル MS っていうのは前積聡さんのスペシャルキットという感じになります。でこれもちょっと前までありましたね。 DB01 シャーシードゥルガ、こちらも先ほどの DF03 と同じくミドルクラスではベルトドライブ、さっきシャフトですけどこれベルトドライブの未だに現役で走れるんじゃないかなっていうシャーシーでございます。かなり低めにできてまして、真ん中にモーターが乗っかっている感じになっていて、こちらもねサスストロークをしっかり取れるような形になってまして、低重心で今でもね現役でバリバリ走るかなと。これは走りがねある程度、こだわりを持っているんであれば、このもしね DB01 見つけたら買いかなと思います。でプラズマエッジも手に入んないかな。これねネオファルコン、これも DT02 ですね、肉駆動ですね。これも手に入んないのと、先ほどの DB01 のドゥルガとバルドル、これボディ違いなんですけど、多分ドゥルガの方がねかなり数が出てたのでね、球数的にはドゥルガの方があるのかなと思います。でこれも MS ですね。 MS はもう限定商品なのでもう今は手に入んないと思います。でライジングファイターもないですね。あとブーメラン、これもちょっと前までありました。これもホットショットの系譜を継ぐ、安くねホットショットよりも値段のお安くするような形にして走っている車ですね。ホットショットと違ってフロントのバンプもかなり少なくなりましたので、かなり戦闘力は高くなってるかなと思いますね。で続いてバギージャンプもね今は再販してないかな。でホリデーバギーもないかな。あとこの DN01 ザハーク、これもちょっと前までありましたね。これ TRF201 というこちらの TRF シャーシーの、値段をね抑えたキットになります。肉の最高峰的な感じで買える、ボディ付きの買えるパターンではこれがね一番肉では走るレーシング的な感じになってます。今となればねなかなかちょっと手に入んないのかなとは思いますけれども、肉でって思ってるんであれば狙い目かなと思います。あとはアバンテ、これも再販たまにされますね。これ言うことはないかな。とりあえずみんなの憧れアバンテという感じでしょうか。でこちらもそうですね、今手に入んないものがほとんど。アタックバギーもね再販してほしいですよね。でこのホリデーバギーとかも昔のボディですけど、シャーシーは DT02 というシャーシーになってます。肉駆動ですね。でここら辺もないですね。ブリッツァービートル、これめちゃくちゃでかいんですよね。でさっきのホーネットのシャーシを使ったこういうスバルブラッドとか、デューンバギーは先ほどのホリデーバギーと同じく昔のボディを使ってるけど、シャーシーは肉の DT02 ですね。でホットショット、これも限定ですね。でこれが DB02 ってあります。 DB02 っていうのが、シャフト駆動の
バギーですね。これはですね、あまり評価が高くなかったので、このボディだけで終わりになりました。シャフトドライブの 4WD、DF03 がシャフトドライブのミドルクラスと言いましたけど、これシャフトクラスのその DF03 より後に出ましたミドルクラスのマシンなんですけども、そんなにね、ちょっとギア駆動の部分とかが、足回りはね DB01 と一緒なんであれなんですけども、駆動系の部分とかにねいろいろ問題がありまして、この1台っきりで今となればかなり、手に入んないものになっておりますね。でスーパーホットショットの進化系ですね。本当はスーパーホットショット2っていうのが中にあるんですけど、2はね再販されておりません。でストリートバギー、これもDT02 の、タイヤを変えたやつですね。でこれがマイティフロック、これがホーネットとかの純渡辺さん仕様のカラー、タイヤまでねピンクだったのはちょっとびっくりしましたね。でこれもほとんど出てないね。ワイルドワンオフローダー、これもねかなり昔のバギーっぽいので再販してくれたら嬉しいかなと思います。これも今となれば手に入んないかな。アタックバギーで最後の1ページ目になります。で1ページ目、ファイターバギー、これも手に入んないかな。でヤローバンテ、これは DF02 というシャシですね。さっき説明した DF03 とは全くパーツが違うものになっていまして、これは元を倒すと TT01 というツーリングがあるんですけど、それのバギータイプという形で当時出ました。で今でもねこれヤローバンテは再販になって、当店にも在庫ありますのでね、バギーを軽くやってみたいなっていうんであれば、このヤローバンテのミニ四駆のボディが乗っかってるっていうのもあるので、かなり、注目商品かなと思います。あとは肉の懐かしのノバホックスで、今となれば一番よく見るのかな、ネオスコーチャー TT02B、 こちらがさっき言った TT01 のバギータイプ、こちらは TT02 のバギータイプという形になってますね。だから今もし見つけて手に入れるんであれば、この2つがエントリーモデルのバギーだということを覚えておいてください。でこれも限定ですね。限定でユーレスアバンテの、進化系ですね。ダンパーステイが立てられましたんでね。でネオマイティフロックは DT03 シャーシー、これは DT02 よりもホイールベースを長くして、変えたシャーシーになってます。かなり安定感のある、2WD ですね。肉のバギーとなっております。でこちらも、限定品、これはボディのね、ピンクのボディで、これはディアルリッチも TT02B ですね。でファイティングバギー、これはバギーチャンプの後継機というか後に出ましたね。今となれば戦闘力はあれですけども、持ってるだけでこれは嬉しいよね。でこちら、これは DF03 の全部ホワイトになってるスペシャルバージョンの限定ですね。でこちらもそうですね。これもディアルリッチの限定バージョン。このねドゥルが使っていました DB01 のトリプル R シャーシっていうのが、これが進化系のやつですね。これは今となれば絶対手に入んない商材ではありますけども、かなり、詰まっているバギーなので、私も個人的にこれあったら欲しいなと思うレベルのものでございます。でこちらファイティングバギーで、ファイティングバギーこっちとこっちであるんだね。でこれレーシングファイター、これも DT03 シャシ、レーシングファイターの DT03 と、こちらのネオマイティと同じですね、シャシはね。で TT02B プラズマ H2 でビッグウィック、これもねちょっと前まではあったんですけども、これもかなり古いシャーシになりまして、ホットショットと同じく、ただステアリングのねラック方式があんまりよろしくないので、そこさえしっかりしてればねいいんですけども、かなりねごっつい、ボディになっております。でこれも限定ですね。でグラスホッパー2、こちらも、タイヤのハブとかを変えたりとか、タイヤの形状を変えたり、ボディの形状を変えて、基本的にはグラスホッパーではあるんですけども、一応2という名前がついてるだけあって、グラスホッパーよりも性能が高いかな。でトップホース、これね、これはタミヤの4駆の中でも
かなり上のランクに値するシャーシになっております。マンタレーありましたけど、マンタレーのやつで FRP のダブルデッキになってまして、戦闘力は今でも現存でバリバリ走れるんかなと思いますね。で、こちらマンタレーね。このマンタレーのシャーシを、FRP でできてるのが、こっちボールデフとかもついてます。で、こちらも TT02 ですね。これも限定。で、アバンテの限定。で、こちらが、ついこの間ね、出ました、スーパーアスチュート。まあ、肉でいう部分の、さっき言った TRF とかじゃないやつの再販の中では、肉の旧車の中では、これは、一番上のグレードになるんかなと思いますね。タイヤも特徴的ですし、切れ角もしっかりあるダブルウィッシュボーンタイプで、これはかなり戦闘力の高い 2WD になります。で、ついこの間ね、出ましたスコーチャー。まあ、このスコーチャーが再販になったことによって、サンダーショットとかも出るんじゃないかと言われているんですけれども、これもね、今はもうなんか手に入らない状態になってましたね。で、これも TT02B。で、これはグラスホッパーというか、ホーネットの写真に、ドラゴンのボディを載せたという感じのものなので、新しく、できたものではありません。まあ、こんな感じで軽く説明させていただきました。現存のタミヤのバギーの感じでございますね。まあ、おすすめ的にはですね、やはり手に入るという形であれば、この TT02B パーツもね TT02 のツーリングパーツを結構使えるような形になりますし、今ギアデフのねオイル注入式も出ましたので、それも考えたらねかなり戦闘力を上げて走れるかなと。あとはこのミニ四駆のボディがいいよというパターンであれば、このエアロアバンテ、これちょっと車高がね取れるような形にすればなおさらいい感じになるかなと思いますね。まあおすすめ的にはその2台でしょうか。それ以外はね思い入れ補正があるので好きな感じで選んでもらうと。ただね今本当に品薄になってますのでね、見つけた時には、買った方がいいかなと思います。はい、それでは今回はタミヤのバギーの説明でございました。ちょっとね簡単に説明させていただいたので分かりづらいとは思いますけれどもね、バギー好きな人の参考になってもらえれば嬉しいと思います。それでは劇チャンネル終了します。ありがとうございました。